今回は黒倉川水難事故について紹介します。命の重さを軽視した結果が招いた水難事故です。危険なため呼びかけるものの、事故当事者は悪態をついたり暴言を吐いたりし、避難に応じませんでした。事故当事者たちが自ら招いたドキュンの川流れとも言われています。ドキュンとは、非常識な行動をする人、教養がなく品位がない人を侮辱的に表すときに用いるネットスラングです。あまりの身勝手な行動から、そう呼ぶようになってしまったようです。当時はキャンプが流行しており、それに加え、流星群の極大、お盆休みが重なっていました。黒倉川でも、キャンプ指定地外の6カ所で、50張ほどのテントが張られていました。問題のグループは、総勢25名。事故の前日から、黒倉川の中州にテントを張り、キャンプを楽しんでいました。熱帯低気圧の影響で、事故前日の16時50分に、神奈川県に大雨洪水注意報が発表されます。19時50分頃までに、黒倉ダムの管理職員が2度の見回りを行い、グループへ避難するよう直接伝えたものの拒否をします。この呼びかけの際、ダム管理職員に、殴るぞ、失せろと暴言を吐いたと言われています。20時6分に、ダムの管理事務所から警察に通報をしますが、黒倉ダムは規模が小さく、貯水量が限界に近づいたため、約15分後に放流を開始します。21時10分、到着した警察官とダム管理職員が、再度避難勧告をします。すると、グループの中でも年長者のメンバーとその妻ら3名が中州を離れ、近くの乗用車へ避難しますが、18人は現場に残ったままでした。翌日の6時35分になると、黒倉ダムの貯水量が増えすぎてしまい、本格的な放流作業が始まってしまいます。グループのメンバーは、8時直前まで寝ていたそうです。8時30分頃には、中州も水没し、テントも流され、一行はパニックに陥ります。大雨による増水と激流により、自力での移動は不可能でした。9時7分に、救助隊5名が現場に到着します。直接の救助は、水流が激しく断念。救助ヘリコプターの出動要請がされるものの、悪天候による二次災害の懸念で、こちらも断念。最終的に、ロープによる救出以外に方法はありませんでした。この救出作業中、救助隊に、もたもたすんな、早く助けろ、ヘリを出せと暴言を吐いたと言われています。10時30分頃に、レスキュー隊が、救助用のロープを、救命策発射銃で対岸に発射します。1度目は失敗、2度目に成功しますが、1度目のロープが邪魔になったことと、激しい水流で、ロープでの救出に失敗してしまいます。黒倉ダムの放流は、警察の要請により、11時頃に一旦中止されますが、すぐに満水となり、ダム崩壊防止のため、5分程度で放流を再開し、11時38分に、水位は胸にまで達します。11時40分、救助隊や報道陣の目の前で、グループは川に流されました。グループのメンバー1人が、とっさに子供を放り投げ、現場にいた一般人が危険を顧みず救助。男性3名と女児1名は、なんとか対岸にたどり着いたものの、残る13名は流され、すぐに姿が見えなくなってしまいます。翌日、生存者が救出され、見かねた地域の住民がおにぎりを差し入れたところ、まずいと言って地面に叩きつけたと言われています。このように、人としてありえない行動、様々な暴言の噂により、このグループがドキュンの団体であると断定され、事件がドキュンの川流れと呼ばれるようになりました。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。他人の意見を受け入れず、
七に飛び込むような行為はダメと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。